はい。というわけで、どうもこんにちは、リリルでございます。今回はですね、サブチャンネルなのか、本チャンネルなのかわかんないけど、というわけで今回はですね、バーチャルボーイがね、届いたので、ちょっと開封していきたいなと思います。実際、自分が購入したのは、高い方じゃなくて安い方です。多分ね、高い方を動画にしてる人っていっぱいいると思うんですけど、こうちっちゃい方、安い方を取り上げてる人はあんまりいないんじゃないかなっていうそんな感じの、意味も込めてちょっと安い方を購入したので、ちょっと開封していきたいと思います。じゃあまず見た目というかパッケージなんですけど、こんな感じでですね、ちょっとあんまり画角がねなくて今こういう感じになっちゃってるんですけど、こういう感じのねパッケージになってます。本当になんか真っ赤な箱が届いて、でもなんか後ろにいろいろ書いてあるね。対象年齢7歳以上とか、3D 映像に関するご注意とか書いてありますね。あとは横面になんかセット内容についての記載が、書いてありますね。これバーチャルボーイってさ、ちょっと俺全然情報仕入れてないんだけど、あれなのかな、あれなのかな、これがないと遊べないのかな、これ専用なのかな、それとも普通にテレビモードとかでも遊べるようにできたりするのかな、ちょっとそこはわからないんですけど、とりあえずね、こういう感じで、こういう真っ赤な箱に入って、しかもさ、紙でできてるはずならさ、もっと折りたたんで小さくなるはずなのにさ、結構デカめの箱なんだよね、これ。デカめの箱で届くっていうことは、なんか、中でどうなってるのかがすごい気になるところなんですけれども、早速ちょっと開けていきたいと思います。でもここ場所が悪すぎて、撮影する場所がなさすぎてこうなってるんで、開ける方法が難しいんですけど、とりあえず開けてみましょう。はい、よいしょ。といった感じで、パカッと開くと、ちゃんとさ、ほら、ちゃんと ID 振られてるんだわ。すごいね。これゲームじゃないけどゲームなんだ。ゲームなのか。はい。というわけでオープンなんですが、すごい。そのまんま入ってる。紙だからさ、なんか手作りしなさいなのかと思ってたけど、なんかもうすでにできてる状態ですね。ちょっと開けてみましょうか。開けるというか、取り出してみましょうか。とりあえず取り出すこれ。全部出てくる。全部出てきたわ。すごいね。これ3000円ぐらいなんですけど、紙パックのやつ、紙バージョンのやつ。結構ちゃんとした包装で届きますね。こんな感じ。ちょっと段ボールで囲まれてるけど。これ、さらにすごいね。結構ちゃんと丁寧な梱包ですね。これを、ブリベリーを剥がすと、なんか封が溶けて取り出せるようになる。段ボールから。すごい。どんだけ丁寧な梱包なんだ、これ。でも紙だからね、ぺしゃんこにならないように、いろいろ考えられてるのかもしれない。プラスチックと違って。取り出すとこんな感じです。構造的には、本当に紙ですね。強化段ボールって感じ。でも段ボールにしちゃ、なんか真ん中にもしかしたらプラ板っぽい、段ボールのさ、真ん中のさ、なみなみのやつの部分がなんかプラっぽい感じの材質にも見えなくもないですね。なので、純粋な紙ではないのかもしれない。っていう感じの、こういう感じのケースがついてきました。で、開け方とか全くわかんないんですけど、とりあえず、直射日光禁止だよっていう可愛いアイコン。いいね、これ。可愛いアイコン。火つけられるからやめてねっていう可愛いアイコンとともに説明があり、これはでも外せるような感じにはなってないみたいだけど、外せそうな構造にはなってないように見えるんだけど、でも明らかにここが取れそうな形してんだよな。説明がないんだけど。ちょっとせっかくなんでインストールからいきましょうか。とりあえずちょっとダウンロードしてみたバーチャルボーイ。これを立ち上げてみるか。ほい。専用ハードが必要です。詳細、こちら。専用ハードが必要なんだ。なしで遊べないんだ。そうなんだ。はい。もう完全に、あれですね。こういう感じですね。じゃあテレビモードで、なんか一緒に遊んだりとかはできないようになってんだ。なんかね、一応スイッチとスイッチ2どっちにも対応してるみたいで、ここのね、底面のここをなんか折りたためるように、ここが折りたためるようになってるみたいで、こんな感じで。折りたたむとスイッチ用。で、広げた状態だとスイッチ2用になるみたい。よく考えられてるよね。片方側のジョイコンを外してって書いてあったわ。だからちゃんとそうやってやんないとダメっぽい。で一旦ちょっと外します。一回ね、
ジョイコンをこう外します。で、バーチャルボーイにこう横面をセットすると、こういう感じでセットする。逆だねこっち向きに刺しても映んないね。こうだね。こう刺さないとダメだね。刺さんないね。結構硬い。おい。結構硬いし、位置調整難しそう、これ。で、できたら、こう、戻して、そうすると、こういう感じになる。こういう感じになるから、これの状態で覗き込んでやると。で、とりあえずちょっとこれレンズ外してみるね。おい。こんな感じになってる。なんかちょっとだけ映ってるね。レンズ保護で撮っておきたい気もするけど、まあせっかくだから外しちゃおうか。結構でかいな、そんで。結構でかいよ。ここ。レンズ部分。で、これで、ちょっと今ね、覗いてみたんですけど、ちゃんと映ってるわ。すごい、結構綺麗に結構綺麗に映るんだけど。ほら、今さっきさ、すでにさ、2個出てたけど、今これ覗き込んだら1個になってるわ。本当にちゃんとなってるわ。すごいすごい。で、A ボタンを押してください。で、目の幅調整っていうのが出てきてて、なんかちょうどいい立体感で見えるように調整してくださいだって。離しすぎると、プラスとか入れすぎると、立体感がすごいことになって気持ち悪くなるね。こんなんでも調整するの難しいよ。これマイナス値にある程度持っていくと、ほぼほぼ同じ映像になっちゃうな。とりあえず、どこ見ればいいんだこれ。なんか重なってるところ見るといいのかな。0だとちょっとね、立体感が難しい。なんかね、マイナス1だとちょうどいいかも。このメニュー画面のところから、ゲーム選ぶ画面あるじゃん。そこからすでになんか立体だわ。てか音量がいじれねえ、これ。VR モードを終了しようとすると、あれだね、ホームボタンジャックされてるわ。ホームボタンが一回待機になる。待機というか確認画面。とりあえずちょっと、どれで遊ぶのがいいんだろう。これ、配信というか画面に載せらんないのがね、ちょっともったいないね。テレロボクサー、これにしてみるか。すごいすごい。音聞こえるかな？ぜひ聞いてほしい。オプションオートマティックポーズ。なんだこれ。任天堂が作ってんだこのゲーム。テレロボクサー。なんかキャラクター選択みたいに出てきたけど、任天堂って昔から格ゲーよく作ってるよね。ラウンド1。Ready? Fight. わからない。操作方法がわかんない。左ボタンと A ボタンしか、B か ?R でパンチだな。なんかね、あれみたい。ボクシングのさ、リトルマックのあれみたいな感じ。一定詞。右でガードさせてから左で殴れば確実に刺さるよ。一方的にボコれます、これ。オンラインのフレンド6って出てきた。オンライン状態も出るのか、これ。これテレビモードだと遊べないのかな？今のところ勝ってる。タイムアウト。時間切れになるんだ、これ。テイカーブレイク。目安メモできると。一回戻ってねってできるわ。面白すぎるだろ。しかもね、これね、音がちゃんとね、綺麗に入ってる。アッパー食らった。何今、アッパーずるじゃない？ずるくない？アッパー。L と R しかボタン効かないんだ。これ、配信に載せてやりたい。言って。全部アッパー食らう。わかんないな。上ボタンでガードもできるな。やべ、めっちゃ押された。半分以上ゲージ持ってかれたわ。どうすればいいんだ、こんなん。右側に置けれねえんだけど。じゃんけんゲーではあるね。全部流れちゃう。普通に負けるんだけど。負けた。
You call that boxing? はジョニー。負けました。へえ、面白い。へえ、いや、面白いわ。ちゃんと立体で遊べる。でも問題なのは、これをね、なんていうの、動画で共有できないところですね。テレビモードにしたらどうなんだろう。そこも気になるところではあるね。でも持って遊ぶって意味で、下向いて、なんていうの、頭をこうやって遊ぶから、ちょっと遊びやすい、割と。思ってたよりも。それは長所かなっていう感じ。なんかさ、この横を見るとさ、結構さ、中にいろいろあるような作りに見えるんだけどさ、これはあれなんだよね。開けらんないようにできてんだよね。なんでこういう構造になってんのかがちょっと気になるんだよね。なんか真ん中にスポンジっぽいものあるし、なんか外れるようになってんのかな、これ。でも、のり付けされてるようにも感じるしな。なんか面白い構造ですね。これ組み立てるのめっちゃ大変そう。そういう意味で言ったらあんまコスト変わんないんじゃないか説あるんだけど。とりあえず、そんな感じでね。今見てもらったとこんな感じの画面になってます、実は。だから遊ぼうと思えばここでそれっぽく遊ぶことはできるんですよね、きっと。どうなんだろう。さっきのテレボーイを同じように見ると、実際作詞だから多分そう大丈夫なはずなんだよね。さっきのボクシングしてるシーンだけちょっと飛ぶけど。こういう感じでね。一応、右と左で同じような画面が出るようにはなってて、実際には右と左が作詞でそれぞれちょっとずつだけ、なんていうの、映像がずれてるようにできてる感じ。こういうゲームで戦ってました、実は。こんなんわかんないよね。っていう感じですね。閉じるボタンをタッチしてくださいだって。閉じるボタンをタッチするって、このボタンを押すとさ、ジャックされてて、戻りますって出てくるんだけど、閉じるボタンを押してくださいって書いてあるんだけど、こうなんだよね。これ。面白い。で、実際、ちょっと気になるのが、これを、画面のモードでできるのかっていうのはちょっと見てみたいと思う。画面というか、HDMI 出力で。ちょっと配信画面なんだけど、チャンネル登録お願いしますが出ちゃってんだけど、一応こういう感じで出てて、どうだろう。これ今映ってるかな。バーチャルボーイ、ニンテンドークラシックスを遊ぶには、本体をドックから取り外してくださいっていう風に、画面がメッセージが出ちゃって、要はテレビモードでは遊べないみたいですね。これ、ちょっとね、テレビモードで遊びたいよね。テレビモードで遊べないのちょっともったいないよね、これね。ちょっとなーって感じですね。でも、とりあえず3000円のね、箱さえ買えば、4000円かな、正確に。いくらだったか忘れちゃった。いくらなんだっけ調べてみるわ。ごつい方、高い方が19,980円。で、安い方が2,980円ですね。だから、3000円だね。で、送料500円だから、4000円くらいで一応遊べばするっていう感じかな。で、任天堂スイッチ2だけじゃなくて、任天堂スイッチでも遊べますという感じみたいです。といった感じでね、こちら、バーチャルボーイ。この今プレイ中になって画面出てるけど、プレイ中になってるけど、このバーチャルボーイニンテンドークラシックスで、遊べる形になっておりますので、ぜひよかったら買ってみてください。一応タイトルはどんだけあんのかな、ちょっと見ていい？タイトルは1,2,3,4,5,6,7 タイトルですね。一応7タイトルで遊ぶことができるように今はなってます。多分ね、バーチャルボーイって先鋭的なハードなだけあって多分ね、対応してるゲームそんなないっていうか、多分そんなにね、ゲーム出てないと思うんですよね。だから、今後そんなに追加されないんじゃないかって考えると、微妙なところではあるけど、これを買ってまでっていう。ただなんか、聞いた話によると、任天堂ラボの、立体用のこういうゴーグル、同じようなのが売ってるみたいで、それを使えばすぐに一応遊べはするらしいです。だからもしこれ持ってないけど、任天堂ラボ持ってるって人は、そっちを使えば同じように遊べるみたいなんで、それを試してみるのもありだと思います。というわけで、バーチャルゲームボーイ、じゃあ、なんでバーチャルゲームボーイって言っちゃうんだろう。バーチャルボーイのね、この、こいつを買ってみたっていう、開封&なんていうの、ファーストトライでございました。触ってる感じ、こいつ自体は、解体とかはできるような構造にはなってないんですけれども、でも充電4端子空いてるね、これね。やっぱそうだ。今入れて分かったけど、ほら、
これ見てわかる通り。ここに USB-C の入力ができるようにね、穴が開いてますね。よく考えられてる。スイッチにも対応してるんだけど、スイッチ2にちゃんと、なんていうの、適用されてる。素晴らしいですね。はい。そんな感じで、バーチャルボーイ、初見プレイ、ファーストインプレッションってやつですね。遊んでみましたといった感じで、もしよろしければね、こういう動画もたまに出しますので、よかったら見ていただければと思います。じゃあ、面白いと思った方、もうちょっと見てもいいなと思った方、別にそうでもなかった方、ぜひね、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。というわけで、次の動画でお会いいたしましょう。リリーでございました。ではでは、また今度。